バブルンだよ。今日もバブルンラジオをやっていくよ。ラジオも第6回。いつも見てくれてありがとね。今回もラジオに採用された方には特製壁紙をプレゼントするよ。それじゃあやっていこう。バブルンラジオ。今回のテーマはやらかしエピソード。みんながこれはやっちゃったっていうエピソードを募集したよ。1通目はロイドさんからのお便り。はよんぱー、こんにちは。バブルン、私の失敗談を聞きたいようですね。手につけるおもちゃで大きなシャンデリアの照明を叩いたらガラスがいくつか落ちてきたことがあったよ。またシナモンロールを解凍しようとして電子レンジに5分も入れてしまったこともあります。それから兄と私はシャボン玉を吹きに出かけました。戻ってきたらキッチンが煙でいっぱいになっていました。ロイドさん、いつもお便りありがとう。シャンデリアが割れちゃったの？どんなおもちゃを手につけたんだろう。硬かったのかな？ロイドさんに怪我がなかったならよかったよ。お家にシャンデリアがあるってすごいね。日本だとあんまり見なくて丸いシンプルな照明が多いんだよね。なんでだろう。カバーがついてるから割れたりしなくて安全だけどね。電子レンジってどれくらい入れればいいかわからないよね。僕も加熱させすぎてお魚焦がしちゃったり、スープが沸騰してこぼれちゃったりすることよくあるよ。キッチンが煙だらけになっちゃってご家族はびっくりしたんじゃないかな。かわいいエピソードありがとね。次はラホマホさんからのお便り。別のラジオの話なのですが MC の好みを把握して自信作なお便りを投稿したのにラジオネームを書き忘れてしまいました。案の定ボツになってしまってがっくりです。ラホマホさん、お便りありがとう。ラジオネームの書き忘れは残念だったね。せっかくいいお便りが書けたのにもったいなかったね。僕もテストで名前を書き忘れて0点になっちゃったことがあったから大事なものは先に書くようにしてるんだ。このラジオも前は動画のコメントや Twitter でお便りをもらってたんだけどラジオネームがなくてお名前を呼べないことがあったからホームに入力してもらう形にしたよ。ラホマホさんにも僕の特製壁紙を送るから元気出してね。バブルーンラジオ。次はふつおた紹介。1通目はルナルーニーさんからのお便り。はよんぱー、こんにちはバブルン。不思議なんだけどどうやってバブルドラゴンになったり人間に戻ったりできるんだろう。魔法を使う家系だから何か技を覚えたんでしょうか。動画でブルブルボブルっていう魔法を使ってるけど超必殺技なんですか？ルナルーニーさん、はよんぱー。これ多分不思議に思ってた人たくさんいるよね。実は YouTuber の僕はいろんな大きさの姿に魔法で変身ができるのだ。ブルブルボブルは変身するために気持ちを統一するための呪文みたいな感じかな。一度人間の姿に戻れたからレインボーアイランドの時みたいに戻ろうと思えば人間の姿にも戻れるんだけど多分僕が人間の姿に戻ってたらきっと気づいてくれない人も多いでしょ。だからみんなに可愛いって言ってもらえるこの姿で活動してるんだ。今はこの泡吐きドラゴンの姿も気に入ってるからね。ルナルーニーさんはどの姿の僕が好き？次は真の小桜さんからのお便り。バブルンさん、はよんぱー。真の小桜です。私が今楽しみにしていることは2023年に発売されるバブルンの新作ゲームで遊ぶことです。私はまだスイッチ自体は持っていませんがバブルンの新作ゲームが発売される日までには絶対スイッチ手に入れたいです。そのためにも今貯金を頑張ってしてます。バブルンの笑顔と可愛い声にいつも癒されております。これからも頑張ってください。
新作ゲーム、楽しみにしてます。真の小桜さん。はよんぱー、お便りありがとう。パズルボブルエブリバブル、楽しみにしてくれてるんだね。嬉しいな。スイッチ貯金頑張ってね。僕も最近、お菓子代が増えてきてるから、一緒に節約しようかな。このチャンネルでは今後もパズルボブルエブリバブルの情報を発信していくから、これからも動画をチェックしてほしいな。開発メンバー全員、面白いゲームにするために頑張ってるから、楽しみにしててね。次は、フアンディエゴラジオさんからのお便り。こんにちはバブルン。私はあなたのゲーム、特にパズルボブルゲームが好きです。お気に入りのゲームはありますか？フアンディエゴラジオさん。こんにちは。お便りありがとう。パズルボブルゲームが好きって言ってくれて嬉しいな。僕の好きなゲームか。パズルボブルみたいなパズルゲームももちろん好きなんだけど、僕が一番好きなゲームはアクションアドベンチャーゲームかな。僕は冒険するのが大好きだから、いろんな場所を冒険できるようなゲームが大好きなんだ。最近はオープンワールドみたいな自分で自由にたくさん動き回れるゲームもあって、そういうのが特に好きかも。いろんな街や山や海や砂漠、綺麗な景色やびっくりするような場所をたくさん冒険できて楽しいよね。でも、ゲーム内のクエストとかを進めるのを忘れて、宝箱を永遠に探し続けて歩き回っちゃうから、たまにボブルンに突っ込まれるよ。僕もそのうちオープンワールドのゲームに出演できるといいな。次は、もよもとさんからのお便り。いつも楽しく聞かせていただいています。パズルボブル4にデビルンというバブルンのライバルのような子がいましたが、最近はあまり見かけない気がします。今後活躍する予定などはありますでしょうか？お気に入りなのでこれから出番ができると嬉しいです。もよもとさん、いつも僕のラジオ聞いてくれてありがとう。デビルンか。最近僕も会ってないんだよね。前もデビルンについて聞かれたけど、デビルン人気なんだな。僕と姿が似てるからか、デビルンにはすごいライバル視されてるみたいなんだけど、実はデビルンはコウモリの化身で、僕と同じアワハキドラゴンじゃないんだよね。でもデビルンもパズルボブルが大好きみたいだし、ちゃんとお話ししたら仲良くなれる気もするんだ。僕もまた会えると嬉しいな。バブルーンラジオコメント返信のコーナー。過去の動画についてるコメントで僕が気になったものに返信していくよ。なんて可愛いんだ。斉藤さんほどキャラを細部まで作り込んでいる人はいないでしょう。もっともっと活躍の場が欲しいです。いつか大きくたくましくなって有名になるのが待ち遠しいです。僕もボブルンももっといっぱい活躍してみんなに知られるくらい有名になるね。頑張る。キャラクター紹介のネタが増えるのは嬉しいですね。クルルンやコロロンに続いて他のキャラクターも見てみたいです。シリーズが好評だったら他のみんなの紹介もするよ。お楽しみに。ハッピーバースデーバブルン。パズルボブルエブリバブルが待ち遠しい。ありがとう。今年も10歳。楽しい1年にするよ。スイッチ助かります。ありがとう。開発頑張ってください。頑張る。開発メンバーにも伝えておくね。バブルンがスペースインベーダーをインベーダー先輩と呼ぶのが可愛い。あはは、大先輩だからね。とっても尊敬してるんだ。やったー。物が持てるようになったから引っ張れ級に再挑戦できるぞ。確かに。今チャレンジしたらきっとすごい結果が出るよ。バブルーンラジオ。今回のラジオはここまで。採用させてもらったお便りの投稿者には僕から Twitter の DM で壁紙を送るから待っててね。次回のお題はこれ。丸1。最近買ってよかったもの。みんなが
買ってよかったなぁと思ったものを僕に教えて。僕はね、最近、たこ焼き器を買ったんだ。お家でボブルンやクルルン、コロロンとたこ焼きパーティーしたよ。たこ焼きって美味しいし、バブルみたいに丸くて可愛いんだよね。こんなにいいものだったなら、もっと早く買えばよかったよ。②、普通のお便り。僕への相談や聞きたいことを引き続き募集するよ。概要欄にある応募フォームから送ってね。採用された人にはラジオネームが入った壁紙をプレゼントするよ。それじゃあ次回の動画もお楽しみに。またねー。